RC 統合。紫式部と清少納言の違いがよくわかりません。松井坂です。どうぞです。紫式部って源氏物語書いた人だったっけ？清少納言は平家物語だったっけ？何だったかな。なんかその辺です。現代で言ったら、みちょぱとゆうちゃみみたいな関係ですね。なるほど、なるほど、わかりました。今日素晴らしい話をまた聞かせていただいたんですけれども、僕からもちょっと話がありまして、最近ね、旅行にハマっているっていう僕の知り合いがいまして、以前は犬をちょっとね飼ってたんですけれども、なかなか犬も大体14歳15歳になるとね亡くなってしまってちょっと悲しいんですけどもね。でそういう時っていうのはなかなか旅行が行けないんですけれども、それで旅行奥さんともなかなか行けないわけじゃないですか。そうですね。で今はね奥さんと旅行をいろいろ行かれて楽しまれてるっていうことをね聞いてた話ですけど、言ってたんでね、以前はねワンちゃんがねワンワン言ってたんですけどね、今は嫁さんがワンワン言ってるんですよね。はい、じゃあ本題いきたいと思うんですけれども、今日はねもうシャーシいろいろカーボンだ、そうですね、FRP だとかねプラスチックだっていろいろあるんですけども、ぶっちゃけ何でもいいんじゃないかみたいな伊坂さんのやつを見てたらいつも思うんですけどね。ただその限界がどこだ。はい。どこまで安くというチープに作ってどのぐらいの合成まで落としてもちゃんと走れるかどうかっていうところで挑戦してみました。じゃあ予算的なものをかなり抑えてっていう。予算は限りなくゼロに近い。限りなくゼロに近いと。じゃあねそちらのね謎のマシンの方をちょっとね詳しいところまで見ていきたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、マシンねこちらになります。じゃじゃん。あれ、前伊坂さん作ったのが木のシャーシだった。木ですね。木のシャーシなんだけど。あれはベニヤ板です。あとはシャーシなしとか。シャーシなしとか、そうだよね。レゴブロックありますね。レゴもあったよね。すげえなんだかんだ言ってめちゃくちゃ作ってるんですよね。今回作ってきたのがね、こちらになるんですけれども。裏から見るとよくわかるんですけども。はい。じゃん。じゃん。段ボールです。段ボール。これシャーシメインシャーシは段ボールで。形的には TT02 っぽいようなシェイプですよね。見た感じ。そうですね。さすがに段ボールの板1枚だと合成加工できないんで、やっぱバスタブになりますね。自然的に。そっかそっかそっか。もう TT の形になるっていうのは、そうだ、そういうもんなんだと。柔らかい素材で合成出すためにはやっぱこういうバスタブになるのが不足かなっていう。この段ボールの方を見てみると。何気にこういう段ボールっていうのはねこういう感じで、そうですね、ハニカム構造じゃないけど、ハニカムではないんですけど、ハニカムに近いような構造で補強がしてあるんですよね。潰しちゃうと一気に合成なくなっちゃいます。水をかけるとまた合成もダメです。今日ちょっと天気が怪しいんで、昼からふにゃふにゃになっちゃうかもしれない。湿度に弱いっていう乾燥してるんでなんとか走れますが。なるほどなるほどなるほど。メインシャーシは段ボールなんですけれども、バルクの部分は少し合成を上げるためにこれは。そうですね、さすがに段ボールだけだと無理んで、ただこのサスアームがこれはアイスクリームの棒です。これ。はい。しかもこれ自分で食べたやつなんで。伊坂さんがペロペロしたやつ。やばいですね。呪いがかかっちゃったじゃないですか。これ棒が長いですね。2本。いや2本使って。2本使ってる。だから2つ食べました。ダブルペロペロのやつですね。2個食べました。なんか補強が入ってるね。これは焼き鳥の串。焼き鳥の串がで補強プラス焼き鳥の串のこのストッパー。こっちね。こういうふうに。はい見えます見えます。はい。でボディマウントはこれは弁当についてきた箸です。箸？箸。これ箸を利用してるの？ただ新品ですよ。それは使ってないです。さそこまでいったらさ別に食べとろうが舐めとろうがもう関係ないと思うよ。でもこういうのはずるいですね。例えば女の子でね可愛い女の子が舐めたアイスの棒だっていうとみんなニコニコして、例えばおじさんが食べた棒だとか言うとさ「この野郎」とか言ってね、セクハラの基準っていうのは何だかなって僕はよく思いますよね。その人のあくまで主観ですよね。そうですよね。サーボホーンも木でベニヤですよね。でサーボの土台もベニヤと。そうですね、もうサーボシューブで貼りました。なるほど。シューブなんで後でパキンってやれば綺麗に剥がれます。これはアマゾンのサーボじゃないですか。昔テストしたやつよね。そうです。これ全然速いもんね。使いましたね。全然使えるやつ。これリアは何でもいいんですけども、これは
ヨコモの、YRS ロードスターロータス7の形したあったあった。はい、別にこれキーボーもなんもなしのパスなしですけども、はい、ダイレクトドライブの、はい、これデフ入っとったっけ？こいつはギアデフ。ギアデフか、はい、モーターがこれいくつ？ブラシレスの380の 10.5 ターン。パワーがありすぎると難しい？そうですね、パワーありすぎると難しくて、今これノンブーストノンターボで、しかもパワー 50% しか出してない。ああ、そっか。スロットルでこれでやっとコントロールできるかなっていうぐらい。アンプはこの謎のアンプを謎のアンプ飛ばしてもらって、茶色はヨコモの V4 だよね。裏もう一回見せてもらっていいですか？これってさ、こことここの合成ってどういうふうに出してる？これは実は、こいつが苦手なんですよ。ああ、そういうことね、はい、そうか。このバッテリーでバッテリー自体もこの強度を担う部材の一つとなってます、なんでこうグラステープで固定してあるんですけども。あ、そういうことなんだ、はいはい、そうしないとくねってなっちゃうんで、じゃあそういうところで合成とかも補強してあるってことですよね、もっと柔らかくしたかったって意外と硬い、このぐらい。あ、本当だ、意外と硬いね、これアッパーデッキつけたらそのまま結構いい感じで走っちゃいそうだよね。いや逆に硬いとシビアになっちゃうんで、もっと柔らかくてもよかったかな、ちょっと合成持たせすぎたかなっていうぐらい。なるほどなるほど。あとはね、ボディポストね、あとリアはこういう感じでね、昔の暴走族みたいなスタイルだねこれ。旅行疲れのところね、ありがとうございました。うん。